ハローエブリワン、ようこそ山岸豊です。今日はこちらのフェラーリリノ 246GT を紹介したいと思います。今日はフェラーリリノ 246GT に乗っています。246GT はリノ 206GT の後継車両で、ミッドシップに搭載された V6 ユニットは2リッターの排気量から 2.4 リッターへ拡大され、アルミ製だったボディもスチール製に変更されて、その時にホイールベースを 60mm 延長しています。そのおかげで直進安定性とコーナーリングでのマナーが向上しているそうです。今日ドライブしているリノオレンジという名前がついている美しいカラーリングの 246GT は、希少な506台しか生産されなかったティーポ M で約4年間かけてフルレスターされた個体になります。フルレスターされてからの走行距離は500キロ刻んだくらいなので、まだエンジンの伸ばしも完璧には終わっていない状態なんですけど、今日は徐々に回転を上げていって、そのフィーリングを味わいたいと思っています。リノに関してはイタリアでも日本でも結構僕はドライブしている経験があるんですけど、今日の T5M は前回同じワインディングで走らせた美しいアズーロカラーの 246GT と同じなんですけど、この当時のリノは一台一台が全部ハンドメイドなんで、多少のその個体差は感じられるかもしれません。車のサイズは70年代の車なんで非常にコンパクトなサイズ感を持っていて、全長が 4235mm、 全幅が 1700mm、 全高が 1130mm、 そしてホイールベースは 2340mm。 このね、ホイールベースに関しては水冷化されたポルシェ996や997とほとんど同じなんで、ちょっとそこら辺が興味深いですよね。エンジンは 2418cc の排気量から195馬力を7600回転で発生しています。結構高回転型のパワーユニットだと言えると思います。ナチュラルアスピレーションエンジンなんで、回転が上がれば上がるほどピークパワーを発揮するっていう正確なエンジンだと思いますので、かなりガンガン回してあげるとその進化を発揮できるのかなと思います。足回りは前後 W ボンを採用していて、フロントリアともポニー製のダンパーとスプリングが採用されています。そして前後にはアンチロールバーも設定されているという構造になっています。今日はね、すごくいいお天気でくっきりと富士山も見えてるんですよね。ただし気温は低めで、今現在の気温は摂氏6度で、路面温度はもっと当然低いんで、日が当たっているところは若干温まってきてると思うんですけど、日陰の部分は0度近いと思うんで、少し気をつけてドライブしようと思っています。クラッチもね、本当に神経質さは全然なくて、動力も軽い部類に入るんで、慣れちゃうと女性でも運転できると思います。
でね、今ゆったりと流してるスピードで走っているんですけど、びっくりするのはね、本当に乗り心地がいいんですよね。これだけねマイルドなテイストなんですけど、でも十分にねアクセルを踏んであげるとスポーツドライビングも可能なんで、ある意味万能スポーツカーと言えると思います。フロントのフードの中にはスペアタイヤが入っているんですけれど、まあ自分で交換するってことはないと思うんで、スペアタイヤをこう下ろしてあげると、まあまあのラゲージスペースも作れるんで、2人で小旅行行くぐらいの荷物は全然楽勝に積めちゃうと思います。この乗り心地だったらパッセンジャーの女性の方も全然居心地悪くないと思うので、デートカーにも使えるっていうレベルですね。ステアリングもね、車が動いててくれたら本当指で回せるぐらい力がいらないんで、全ての操作系がそんなに力がいらない感じで、自然とね手を下ろしたところにシフトノブもありますから、とても運転しやすい車だと言えると思います。これなら長距離のドライブも全然疲れないんじゃないかなと思います。こんないいお天気の中、ディノニをドライブすることができて最高の気分です。そして今日この車がどんなドライビングフィーリングを感じさせてくれるのか、とても楽しみです。では少しずつペースアップしていってみましょう。背中に背負ってるって言っていいぐらいで、すごい近い距離にエンジンがあるんで、遮音材もほとんど入っていない状態なんで、V6 タイミングとすごく耳に入ってきます。拳2個分ぐらい切ってあげないと、価格は多めっていう感じですね。結構ね、路面が悪いところでも車が跳ねないんですよね。これはソフトなサスペンションセッティングと WC ボンドの大きいです。この年代の車に関してはタイヤの性能がまだ現在のほど高くなかったんで、このくらいよく動く足でないと跳ねてしまってグリップを失ってしまうんで、この辺りもね考えてペースアップがされないと。なので乗り心地ももちろんすごくいいメリットもあります。次は上り坂行ってみましょう。
かいサスペンションジオメトリーが実現されていると思います。そのぐらいね、結構思いっきり乗ってあげてもちゃんとフロントもリアもグリップしてくれてますね。サウンドがね、最高ですね、この車。結構ね、ロールしてるんですけど、怖いという感覚は全くないですね。むしろね、ロールしてあげることによって、タイヤにしっかりと荷重が乗ってくれて、タイヤのグリップが増してくれるんで、コーナーも全然いい感じにラインをトレースすることができますね。多分ね、映像でも分かると思うんですけど、結構打角は多めですよね。だけど切り足したんで多分ね、しっかりとノーズが入ってくれるんで全く怖さはないですね。そしてブレーキはね、効きも十分に効いてくれますし、コントロール性もとても高くて、これなら安心して加速をコントロールすることができますよね。線がね、しっかり消えてくれて、とてもいい感じで曲がってくれますね。高速コーナーもピタッと路面をね捉えて離さないっていう感じで、空力的にはね何のデバイスもついてないんで、メカニカルグリップだけでコーナーを走ってる感じですけど、でもね、十分これだけグリップしてくれてたら全く問題ないですね。結構ね、早めにアクセルオンしてもね、ギアがねブレーキしないんですよね。この辺りはね、荷重移動がすごく動く量が大きいんで、そうやってね4輪の足回りをしっかりと動かしてあげてグリップを稼ぐっていう考え方で、とっても好感持てますよね。こうやってね、ドライバーが車の姿勢をねコントロールしながら走れるっていうね、この現代のフェラーリと比べたらとっても柔らかい足回りなんですけど、でもハンドリングはねすごく素直で、これならいいですよね。さあ、また下りをちょっと攻めてみましょう。上りよりはアンダーステアが出にくいですね。
てるフェラーリ伝統のねシフトゲートなんですけど、これがねシフトミスを防いでくれて、よく考えてますよね。レーシングカーもこのシフトゲートがついてるんですよね。高速コーナーもすごく安定してますね。ドライバーの目線の先には常に美しい曲線美を描くフロントフェンダーが映ってるんですけど、このフェンダーがコーナーリングの際すごくいい見切りになっていて、限界近くまで攻めることができるんですよね。でこの辺りは60年代のレーシングカーみんなすごく綺麗なラインを描いてるんで、当時のドライバーもサーキットをね走る際にもすごくいい目印になってくれてるんだと思います。で意外とね後方視界もすごくいいんですよね。ですからコンパクトなサイズのために車両感覚はとてもつかみやすいと思います。で少し寝てる感じに設置されてるステアリングなんですけど、10時10分ではなくて20時20分あたりを持ってあげるっていう感じでドライブすると運転しやすいと思います。で ABC ペダルも少しセンター寄りになってるんですけど、そんなにねペダルレイアウトは不自然ではないんで、ほとんど気にならないレベルかなと思います。クラシックフェラーリの部類に入るディノなんですけど、初めて運転した方でも全然すぐに慣れてしまうと思います。このディノ 246GT はトスカーナでもステアリングを握ったんですけど、その車がこうやってね今日本のワインディング走れていることはとても嬉しいことだと思います。イタリアのね遺産ともいえる 246GT がこうしてレスターを受けてまた元気よく長い期間走れるっていうことは本当に素晴らしいことだと思いますし、2の 246GT はガレージで眺めているだけでもとても満足感を得られるスポーツカーですけど、こういうワインディングに持ってきてあげてその性能を解き放ってあげることこそ一番この車を堪能できる手法だと思います。ぜひねディノの幸運なオーナーさんになられた方はワインディングでこの素晴らしいハンドリングとエンジンサウンドを味わっていただければと思います。最後に少しだけハイペースで走ってみます。このサウンド最高ですね。
今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。